出てます。今日は小潮です。大潮の間はですね、200から250の間取れてました、黒鯛。でも今日はちょっと潮小さいんで、黒鯛はあんまり期待できないかもしれません。それとですね、大潮の時は結構みんなフグ取ってました。多い人で1人4つ、しかもでかい。自分もね、撮影日じゃない日に1つだけいました。オスでした。なんとこちら、一応カメラは持ってきてたんですけど、撮影日じゃなかったんで撮影してませんでした。今季2発目、これオスでしょう。もう見るからにオスっぽいけどな。オスっぽいな。出してくれると分かりやすいんですけど、なんか遊漁船の方も結構釣れてるそうなんで、去年よりはフグ今年は多いのかもしれません。では小潮の1番目ですけど、なんかもう寂しい雰囲気が、網がもう寂しい雰囲気がしてます。あ、でもそうでもなかった。ガサが少ないだけでしたね。網破れましたね、直さんと。まあエビとかいないんで直さなくてもいいと言えばいいんですけど、こっちのフグちゃんだったかもしれないですね。開けてくれたの穴。小潮にしては驚きの漁獲でした。ではちょっと網を直してから再開したいと思います。どこやったかな。小潮にしては全然良かったですね。1番目石がね、意外なエース。お、ヒゲ釣り台かな、どっちでしょうか。見え始めましたね。チヌも1キロ以上ばっかりがワカメとかこういうのり系なんですけど、これなんかべちゃべちゃした海藻がすごいんですよね。これ絨毯みたいな、これがね網に詰まってすごい困りますね。もう最後らへんは網が重くなって振るうこともできません。これいかついですね。あー、でもやっぱ50はないですね。やられた。くっそー、えいめ。なぜか石金が多かったあれですよね。せっかくっていう言い方もなんですけど、せっかくチヌが少なかったんで潮返しだし1番トラフグ狙ってみましょうか。ちょっと博打ですけどね。いる時はだいたいもうこの時点でなんとなく分かるんですけど、激しい音はない。おお、出てきたね。キス浅いとこなんでキスが寄ってきてますね。これは取れるでしょうね。42ぐらいでしょうか。浅いとこなんでちっちゃい子供も。今のタイミングでフグおらんかったら今日はもうちょっとおらんかなって感じです。わあ、こんなとこにチヌが。しかしでもちょっとエイの匂いがする。雰囲気がエイですけど、
ネギのおかげでチヌ全然飲み込めず。よいしょ。ただここのチヌはちょっと小ぶりっすね。珍しいシャリゲッタか。ちっちゃいけどね、シャリゲッタか。赤ゲッタ危ない。これまたピースですね。浅いとこなんでね、寄ってきてるんでしょう。今日はカニとかが全然いませんね、やっぱり。その代わり石側に多め。また2つ。重い。これ石がねすごい大きい。ああ、やっとカニ来た。そう言ったらカニ1つ。ああ、これはいい一番でした。今日一じゃないでしょうか。カニおるし。小潮だからチヌは期待できないって言ったのはいいんですが、富士でもう60キロです。誰が予想できたでしょうこれ。俺以外みんなであったりして。重い。もう海藻で入らんくなりましたね。もうこれがもう重い重い。振るってもどうにもならんですねこれ。おお、カニ来た。しかもそこそこいい方。もうとにかく重い。よいしょ。見てちょうだい。ナイスナイス。まあ魚場によるんですけど、今の網にはシャコもいました。ゲタも多め。ちょっとチヌを抑えたいんで一旦帰らなくていいようにしばらくこれを狙ってみたいと思います。破ってしまいました。なんかに行ったなと思ったんですよね。1個しか上がってこんと思ったらロープまで切れとるじゃないですか。参りましたねこれ。ほんととりあえず片側撮影しときましょうか。片側どうやって上げようか。とりあえずロープを掴んでの応急処置してます。よいしょ。今日はとりあえずこれでやりましょうか。片チンバですけど、まあ、こういうことはしょっちゅうです。珍しくはないです。ただチヌ逃げたらだいぶ、これはさっきめっちゃ見えてたんですけどね、こっちの網全然入ってね、結構見えとったんですけどね。じゃあナイス。どうしたします。まあとりあえずこれ直して角でぐるぐる巻きにして再開したいと思います。車庫おったと思ったらちっちゃすぎでした。赤下は12345。
けどカニがいるところを通ったって感じでしょうか。ラフター3匹ちょっとサムネに使いたいんでいいところにいてください。こっちもなんか汁でないものが見えたと思ったんですよね。おるんじゃな。去年見んかったんでウマヅラハギこれうまいっすよね。まあ自分はカワハギの方が好きですけど、身が硬いっすよねこっちの方が。なんか鮮度への食いすぎなんかな。いるんじゃな。おるということにびっくり。あ、シャリ出た。なりました、黒ゲタ。この2つがね珍しかった。いやでもエイでしたね。来たカニ嬉しい。でゲタは安定の1枚ずつ。今日はほんと少ないですゲタ。いつもね 4,5 枚ずついるんですけど、やっぱり塩が小さいからでしょう。今日何枚目かな。1,2,3,4,5枚目。だいぶ少なめですけど型がいいので OK。海藻のおかげで。あらでもめっちゃ入ってるな。おおカニまた来た、嬉しい。こっちもなんかすごいような気が。よいしょ。これでもう多分池間パンクすると思うんで。先日240取ったんですけどね、死ぬやつがやっぱ出てきてましたね、240の時は。今日もちょっと早いですけど早帰り、あと1番やって帰りたいと思います。次ラストにします。もうラストはちょっとあんまりチヌがいなさそうなところをやりましょう。ちょっと今の中にでかいのいました。ああそれでも59か。47とかですね。チヌは狙ってないので、もうなんかおまけ的なもんがいてくれると嬉しいですね。どころかチヌのみ、しかも少なめ。まあどうせも池も入らないんですけど。ではこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。待ってる、あっちにも待ってる。今日も早めの気候なんでゆじぼんママさんまだ来てません。塵の中に35キロ。こちらももうパンク状態で、推定ですけど220かと思います。ウマヅラハギ入ってますが、カニはこれだけです。毎日20ぐらいずついたんですけど、今日は少なめです。赤ゲタとシャコはやっぱ小潮だけに少なかったですね。でもまあ小潮なのにチヌがいてくれてよかったです。本当いると思ってなかったですね。全然驚きでした。遅い。はい、お疲れ様でした。なんとフグがいません。なあ、最後狙ったんですけどチヌだけでした。はい。キスが身を取るけん。そうなんだ。まあ2つしかおらんかったけど、でも六兵衛も拾ったんで、いつも拾わない六兵衛を。キスはやっぱり天ぷらにしましょうかね。天ぷらでお願いします。はい。皆さん今日もハードワークお疲れ様です。
ブレンディベットトリプルカスクです。トリプルカスクマチュアです。3つの樽で熟成ですね。おすすめされたので買ってみました。一度ブレンディベット18年をおすすめされて買って飲んだんですけど、どう違うんでしょうか。色は18年と同じような感じですね。琥珀色。お、いい音。おお、ちゃんと音が鳴るようにこうやってるんでしょうね。あ、香りは18年にはやっぱりちょっと及ばない。あー、美味しい。さすがグレーリーベッド。樽はトラディショナルカスクって書いてあったかな。それとアメリカンホワイトオークダル、シェリーダルの3つで熟成されたそうです。ですね、フルーツですね。一番最初に思ったのは嗅いだ時のこの香りより飲んだ時の香りの方が圧倒的にいいですね。滑らかで、このフルーツ最後にちょっとナッツ感あるかな。ちょっとが結構あるかな。ちょっと加水して、もう甘くなった。加水した方が甘みが引き立ちます。でもこれはストレートで全然いける。飲みやすいですね。かなり美味しいです。おすすめしてくださってありがとうございます。でもちろん18年と飲み比べてみましょう。こういうのもなんか楽しいんですよね。こう飲み比べるのだんだんちょっとストックが増えてきたんで、飲み比べが可能になってます。じゃあ18年の方。やっぱり18年はもう嗅いだ時の香りも飲み比べたらはっきりわかる。18年の凄さが。ただね、やっぱ18年はねお高いんですよね。こっちは8000円ぐらいで買いました。倍近い。なので買いやすいし、このお値段でこの味が出せれるんならもう全然十分です。本当に。ただ18年飲んだら18年のボディ感、コク、なんかすごいな思いますね。スタンバって待ってます。キスとネゴチの天ぷらです。リボンもよろしくお願いします。メインはこちらです。キスがね今日2ついたんで、あとメゴチが3つ。もういつもメゴチ拾わないですけど、大きいやつだけちょっと拾ってみようかなと思っておかずに拾いました。こんな感じで出来上がりました。で菜の花は農家の方からいただいたんで、菜の花も天ぷらにしてます。レンコンと玉ねぎ。レンコン大好きです。あと加古川の農家の方からレンコンとブロッコリーとさやえんどうを毎年いただくんですけど、めちゃくちゃうまいですね。何が違ってあんなうまいかな思うんです。これは瀬戸内市の農家の方なんですけど、岡山県。何いただいてもめちゃくちゃ美味しいですね。もう土作りから違うんでしょうね。沖でもね、漁場が違うと魚の味が違います。もちろん漁場が違ったら土が違います。で魚の味が違います。それぐらいやっぱ土って大事なんでしょうね。乗るかな全部。ちょっと無理あるな。これなら800円でいけます。なぜならキスとメゴチはセリエかけないからおかずですからね。今日は甘だれでいきたいと思います。できました。いただきます。ちょっと菜の花いきます。菜の花大好き。菜の花もね、何の菜の花でもいいわけじゃないらしいですよ。この農家の方が言ってましたが。いただきます。もう全然違う。香りと風味がもう全然違います。もうめちゃくちゃボッケ美味しい。ブチうめえです。余韻があるやつですね、本当に。うまっ。後から。ではメゴチいただきます。メゴチの天ぷら初めてしてみましたけど悪くないですね。ではメインのキス、今日2ついました。いただきます。メゴチも美味しかったですけど、もう口に入れた瞬間からキスの勝ちでした。キスはなんでこんな天ぷらに合うんですかね。メゴチは天ぷらなのにもかかわらず甘く感じませんでしたけど、キスはもうめちゃくちゃ甘く感じました。風味もキスの方がいいですね。ただ今日の優勝は菜の花でしたね。圧倒的ぐらいでした。香りと風味がもうキスを超えてくるなんてちょっとよっぽどですよね。もう取れたて野菜が大好きなんで、キスも好きですけど。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと食べてみて。菜の花がすごいわ。菜の花の香りと風味がすごい。菜の花ほんますごいこれ。すごい。
すごい。青ピーさんまたしても血尿中です。